こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、南北通路8本目を掘り切って、あとようやくウィッチにお目通りが叶ったところまでです。他のモブは存在なのに、なんでウィッチだけへりくだるのよ。なんでだろう。過去のプレイ経験で様々なトラウマを植え付けられてしまってるからでしょうか。さて簡易地図ですが、いつの間にかすでに結構掘り進んでますよね。なんでまだ廃校でないのか不思議です。呪われてるからよ。まあともかく、今回は途中で投げ出した南北通路6本目を掘り切ることにしました。西側の森林系の広がりに目をつけて、あわよくば花の森林発見を期待しつつの廃校探しです。なお収集炭ブロックは13種類で、次の狙い目は廃校さんです。そういえばウィッチはグローストーンダストを落とすわね。4つ集めたらブロックになるんじゃないの？鶴を這わすことができないはずなので、今仮に入手しても縛りの関係で塔に詰めないです。さて、まずは拠点目指して10分少々掘り進んだところですが、ようやく海洋を抜けて海岸バイオームに入りました。海の幸が取れるのはこの辺りまでね。ちょうどいいので遠出用の携帯食を確保です。しかし、ちょっと落とし穴に誘導しづらくて四苦八苦です。来た、と思ったら引っ込むし。もう少し掘り開けてみましょうか。来た、と思ったらまた引っ込むし。3度目の正直。ってなんで落ちないの？今絶対こっち見ましたよね？からかわれてるだけね。もうスケルトン来ちゃったし。結局賢すぎるクリーパーには32メートル待機作戦で消えてもらいました。おかげでせっかく湧いていたゾンビもパーです。その代わりと言ってはなんですが、今度はエンダーマンのお出ましです。狩るかちょっと迷いましたがやめておきます。ここでは拠点が近すぎて、死んだらアイテムロスとほぼ確定なんですよ。狩る気もあったの？ここまで廃校が見つからない以上、エンダーパールゲットして要塞の図書館を目指すのも選択肢なんです。さて、ようやく7本目スタート地点をぶち抜きました。まっすぐ行ったらすぐ拠点です。さて5本目のスタート地点まで戻ってきました。ここから西に64メートル掘り進んだ上で、逆側から6本目を掘っていきます。そういえばこの辺り、西を向いたら FPS の値が30付近まで時々下がったところよね。デバッグ画面の C の値も大きいです。きっと大水流があるのでしょう。早くも洞窟。ウィッチがゆらゆら遊んでますね。のんびり眺めてていいの？危うく陽動作戦に引っかかるところでした。さて、32メートル待機作戦から戻ってみたら、ウィッチの代わりにゾンビがゆらゆら遊んでいます。幸先いいですね。で、せっかく土をいっぱい持っているので、ふんだんに使った調理作戦決行しています。よし来た。まさか溶岩を掘り抜くとは思いませんでした。まあ塞ぐことはできたので問題なしです。塞ぐのそこまででいいの？きちんとこの高さにドロップするのかしら？多分大丈夫だと思います。まあ今は食料の余裕があるので試せるものは試しておきます。やっぱり試すんじゃなかった。さて、ここからは座標18の高さに登ってガンガン掘り進んでいきます。もう少しで6本目のラインに着くところなんですが、体の向きを変えると、主に水流と思われる謎の C の値が大幅に変わるんですよね。やっぱり南北通路6本目のあたりに今までにない何かがありそうです。期待が膨らんできます。で、膨らんだのが破裂するのね。
さて、6本目に入って少し経過したところですが、早速明るい洞窟を掘り当てました。廃坑ありそうな雰囲気なんですが、まあ通路に戻り、歩を登れない。ここに段差あったんですね。少し焦りました。少し進んだところですが、左前方に洞窟が伸びてそうですね。まっすぐ進んだらもう一度洞窟ぶち抜くかもしれません。で、案の定洞窟ぶち抜きましたがかなり広いです。おっかないです。これは直進したらブロックいくつあっても足りません。迂回します。あらー、こっちにも洞窟とか勘弁です。石炭ブロックは硬くて砕くのに倍かかるんですよね。クリーパー、いやちょうどいいですね。ここは採掘に長けたクリーパーにお願いしましょう。おお、さすが。しかも石炭を初めてゲットです。これでウィッチに棒を恵んでもらったら、夢の松明が作れてしまうじゃないですか。また一つ、弾ける夢が膨らんできたわね。さて、こっちの洞窟は先ほどの大洞窟とは繋がってないようですが、ゾンビ来たー。私に狩られるのを待っててくれているおもてなしゾンビです。先ほどから2体連続ですね。この辺りのゾンビは行儀いいのね。寄ってこない。教育が行き届いているようです。しかし手ぶらゾンビでした。教育的指導です。迂回路掘っているところで再び大洞窟ぶち抜きました。まだまだ土を消耗しそうです。まあ足りなくなったら下に掘っていけばいいのですけど。今は砂利の方が数に余裕あるので粗い土を作っておきます。少し掘り進むとようやく土を掘り当てました。よかった、これで当面は持ちそうです。せっかくクモやゾンビの声がするのにスケルトンもいるのがネックですが、薄皮1枚でしたか。ほどなくしてまた洞窟を掘り当てました。クモ。この至近距離で出会ったのは運命。これは狩るしかありません。慎重に安全確保しつつ、ようやく雲の真下の位置を確保しました。スケルトン接近警報発令です。超接近。どうしよう。とりあえず、まずは落とし穴作戦です。そういや。さてどうなった？音は左側から聞こえるようですが。あれ、ブロック置けない。またスケルトンが足突っ込んで邪魔してるのかな。なんだゾンビ肉構えてただけか。まあとりあえず、第一作戦失敗です。さて、どうしたものでしょうか。ぼちぼち諦めてもいいんじゃないの？ここで雲一匹にこだわってもね。いや雲はめったにスポーンしないんですよ。こんな狙いやすいチャンスを逃すわけにはいきません。何？右にいたの？落とし穴を飛び越えてたようね。ともかく、作戦は第2段階に移行です。と思ったら逃げてるし。来るの？来ないの？来ないの？ってことはこっちですか。その後、一進一退の攻防が繰り広げられ、なかなか決着がつきません。下田。でも穴に落ちた。落とし穴の幅は2ブロックなので片方埋めて、これで身動き取れなくなったはずです。なんで今穴から出てこれたの？やばい、本当に意味わからないです。でもともかく作戦は第3段階に移行です。怖い。今度こそ作戦成功のようです。やっと終わったわね。
いやーほんと長い戦いでした。でも、やらなくていい無駄な戦いだったんじゃないの？こんなダメージ受けちゃったし。いいっこなしです。私が一番よくわかってます。で、下の戦力眼見えてるし、やっぱりここ深さ2段の落とし穴になってますよね。なんでスケルトンは登ってこれたのでしょうか。砂利に足引っ掛けて登ってきたとかないわよね。砂利の一つ目を落とした時にとっさにジャンプして足を引っ掛け、二つ目の砂利を落とした時はつま先で踏ん張ってたのでしょうか。まあともかく、土の補給をしておきます。そういえば狙ってた雲はどうしたの？音からするともう一体のスケルトンが守っているようなので、パスです。さて、もう一頑張りと通路に戻って1ブロック削ったら、また広い洞窟をぶち抜いて、一気に疲れが来たので今回はここまでです。まあ色々あったしね。次回もまた頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。